ベスティーズバッシュヴァンガード、ルンです。やすれです。はい、このチャンネルは東京の隅っこで活動するヴァンガードチームの対戦動画になります。前回に引き続き伝説の先導者たちのカードを使いつつ、今回はクレイ、クロスエピック。はい、ここでね、グリッターを強化するカードがそれぞれ付録で追加されたので、こちらを使っていこうと思います。ということで、表紙の通りこっちは、ロロワと、軍医はきらめきを求め、あと伝説の先導者からはペルシー互換を一緒にね使っていければと思います。安田さん何使いますか？こちらも同じようにエヴァと望みや交差し燃え上がる、そしてペルソナシールドのカードを使っていきたいと思います。なかなかね強化された方向性が近いというか互換みたいなねカードで強化されたデッキそれぞれなのでね、これで戦っていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタンドアップヴァンガード、知識の渇望者エヴァ、バイオロイドの少年ロロワ。はい、では先行いきます。ドローではイミグラー捨てて、ライドお昼寝はどこだってエヴァ、エネルギージェネレーター獲得とエヴァの子が使います。ライドして登場した時、山札から研究カードを1枚探して手札に加えます。研究手札に加えます。では手札に加えた本流エネルギーの研究そのまま使います。山札の上から5枚公開して怪獣を含むカードを2枚まで選んで1枚を手札1枚をドロップに送ります。1、2、3、4、5枚。じゃあ怪獣と名の付いてるカード、巨岩怪獣ギルグランド手札に加えて残りは山札に戻します。してなくて大丈夫？やだ勘弁してじゃあ、ブレゼルガスをコールします。登場時、ペルソナシールドを持つカードを公開することでペルソナシールドを回収します。じゃあこれでターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。ドロー。じゃあ手札から解明のブレイブシューターを切って、ライドが眠りからも目覚めロロワ。じゃあジェネレーター獲得の、後攻なんで1枚ドローと、そのまま捨てられたブレイブシューターのスキルでエネルギーブラスト3して1枚ドロー。そして登場した J1 のロラーのスキルでバイオロイドの少年ロロワからライドして登場した時にプラントトークンを1体コールします。じゃあこれでメインフェーズに入って、こちらも赤別の妖精アプティシートをコールします。登場時ライドデッキから、ペルソナライドのアイコンを持つユニットを公開することでペルソナシールドを1枚手札に加えます。じゃあこのままバトルに入ります。アプティシートでヴァンガードにアタック。ここはペルソナシールドでカードしようかな。はい、じゃあプラントトークンのブーストロロワでヴァンガードにアタック。13000。じゃあノーガードでドライブチェック1点。はい、ダメージチェック、トリガー。じゃあこれでターン終了。スタンド&ドロー。では第2のイミグラー捨てて、ライド研究は順調エヴァ。研究は順調エヴァはお昼寝はどこだってエヴァからライドして登場した時、山札から研究カードを手札に加えます。じゃあこれは囚われの過去を手札に加えます。でエネルギー3獲得。囚われの過去を使います。セットオーダーを使用した時、ドロップのイミグラの効果エネルギーブラスト3することでこのカードをドロップからコール、パワーをプラス2000します。はい、これでバトルかな。じゃあイミグラでヴァンガードにアタック。じゃあそこはペルソナシールドでガードします。さっきと同じような感じだな。ではブレゼルガスでブースト、エヴァでヴァンガードにアタック。じゃあノーガードで、はい、ドライブチェック、ノートリガー、ダメージチェック。ヒールトあれなんか動きがなんか見たなくしくも同じ構え。じゃあこれでターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。スタンド&ドローとエネルギーチャージ。じゃあちょっともったいないけどヒールトリガーを捨てて、ライドが3000年後の世界でロロワ。登場したロロワのスキルでユニット1体を退却させることでプラントトークンを2体コールできるので、こことここにコールします。でこれでメインフェーズ入って、忘れないうちにここは入れ替えておきつつ、手札から育みの山水イタチェリーナをコールします。登場時山札の上から5枚見てグリッターを含むカードを1枚手札に加えます。じゃあこの効果で演歌のドラグリッターガールラディーナを手札に加えます。はい、で加えたならこのカードはソウルに入ります。続けて今サーチしたラディーナをコールします。起動能力でカウンターブラストを1することでモモッケトークンを1体コールします。でこのモモッケトークンはラディーナがいるなら後列からアタックすることができます。じゃあこれでバトルに入って、アプティシートのブーストプラント13000でヴァンガードにアタック。この細かい値が嫌だなさっき受けようかな。ノーガード、ダメージチェック、ヒールトリガー、ダメージ回復とパワープラス1万。じゃあ届かなくなっちゃったけれど、1貫でプラントのブーストロロワでヴァンガードにアタック。じゃあ受けたらいいかな。ノーガード、ドライブチェック。トリガー下手にやんなくてよかったよじゃあ、除外して1枚ドローします。でまず、フロントトリガーの効果があるので前列にパワープラス1万、
これでまず貫通していて、で、クリティカルトリガーはまあ貫通したのでヴァンガードに、でドロートリガーで1枚引いて、ヒールトリガーダメージ同点なので1点回復します。オーバートリガーはとんでもないことするか、ももっきに振ります。いやー、2点お願いします。じゃあ2点いきます。ダメージチェック。1点目なし、2点目なしです。じゃあとんでもないことするか。ももっきはこうですから、でもアタックがやめてーできるので相手のグレードとかこっちのグレード関係なくできるので、1億と5000でヴァンガードにアタックします。いやー、ノーガードだな。1点受けます。ダメージチェック。オーバートリガー除外してバンドローで奥振ります。でも安心しちゃダメですよ。ラディディナーでヴァンガードにアタックするとき、ソウルブラスト1することで後列に存在するユニットのパワーをプラスすることができるので今この1億5000がそのままラディディナーに乗っかる形になるので、1億2万5000で恐ろしいことを言うな。1万要求なので1万5000でガードします。はい、まあなんか2ターン目からとんでもないことが起きた気がするけど1億乗ってよかったこれでターン終了です。はい、スタンドドロー、エネルギー3、いやしょうがないな。では手札切ってライド、知恵の泉エヴァでは、まず世界は青きラボラトリーを使用します。山札の上から5枚見て1枚まで選んでコールします。234 5。じゃあこれはオブスクレートをコールします。はい。で、セットオーダーを使った時エネルギーブラスト3払うことでドロップのイミグラをパワープラス2000してコールします。コールされたオブスクレートの効果、このカードがカードの効果で登場した時、オーダーゾーンに研究が3枚以上あるならそのターン中このユニットのクリティカルをプラス1します。ではエヴァのスキル使います。カウンターブラスト1することでオーダーゾーンの研究の枚数と同じ数だけ山札を見て1枚手札に加えて残りを山下に置きます。1枚謎のカードを手札に加えて残りを山札の下に置きます。でこの効果を使ったらパワープラス5000。ではイミグラーの効果を使います。あなたのヴァンガードがエヴァの時、このカードをソウルに置くことで山札からポイズン・イン・パラダイスエヴァにライドします。はい、でポイズン・イン・パラダイスエヴァ登場時、山札から研究カードを1枚公開して手札に加えます。ではここからは実験の先手札に加えます。では磁力怪獣マグニデスをコールします。このカードが登場した時セットオーダーをプレイしているターンならソウルブラスト1払うことで山札の上から5枚見てヴァンガードのグレード以下をコールします。ではこれはもう1体オブスクレートをコールします。ではこのオブスクレートもカード効果で登場したのでクリティカルが1上がります。で、前後入れ替え。では、世界は青きラボラトリーオーダーゾーンの時の効果を使います。ソウルブラスト1とオーダーゾーンの研究を3枚レストさせることでグリッターのユニット1体を選んでパワーをプラス5000します。ソウルブラストと3枚レストさせることでオブスクレートのパワーをプラス5000こちらを付与します。ではこれでバトルに入ります。じゃあこっちかな。オブスクレートでヴァンガードにアタックするときあなたのオーダーゾーンに研究オーダーが3枚以上あるならこのユニットのパワーをプラス1万します。では2万8000クリティカルに1万5000とラディーナのインターセプト2万でガードします。はい、ではプレセルガスでブーストエヴァでヴァンガードにアタックするとき、ではエヴァの効果アタックしたときソウルに入っているエヴァをバインドすることで山札かドロップにいるオブスクレートをコールします。でこのオブスクレートもカード効果で登場したのでクリティカルプラス1とエヴァの効果で、自身とその登場したユニットのパワーをプラス5000します。さらにセットオーダーの囚われの過去の効果、あなたのグリッターが登場したときそのターン中そのユニットのパワーをプラス5000して良いという効果を与えるのでオブスクレートのパワーをプラス5000します。じゃあこれで、2万6000ツインドライブです。じゃあここはノーガードで。はい、じゃあツインドライブファーストチェックヒールトリガー、ダメージ回復。じゃあ横のオブスクレートにパワープラス1万、セカンドチェッククリティカルトリガー、クリティカルをエヴァにパワープラス1万を、右のオブスクレートに与えます。じゃあ2点もらいます。ダメージチェックなしのドロートリガー。じゃあパワープラス1万をヴァンガードに与えて1枚ドローします。じゃあ、オブスクレートでアタックするときパワープラス1万入ります。4万3000。先行3ターン目から好き放題やってくれてるので高校2ターン目からやった人が言えないことだな。じゃあしょうがない、ここは2点もらいます。なしのなしです。お、いいね。ではイミグラでブーストオブスクレートでヴァンガードにアタックするときにパワープラス1万入ります。そこは完全ガードで1枚捨てます。はい、ではターン終了時エヴァをレストしてライドします。じゃあスタンド&ドローとエネルギーチャージ。じゃあ手札を1枚捨てて時空を超えた2つの思いロロワにライドします。
じゃあメインフェーズに入って手札から決意の総合を使用します。カウンターブラスト1とユニットを1体退却させることでプレイできて、発動した時の効果処理としてデッキからラディリナを含むカードを1枚手札に加えます。じゃあこの効果でラディリナを手札に加えます。じゃあそのままラディリナをコールしてドロップにいる殻を破りし翼モモッケのスキルを使います。自分の場のモモッケトークンを退却させることでこのカードをリアガードサークルにコールします。このカードは、今の能力でしか登場することができなくって、登場した時にユニット1体を退却させることで相手のリアガード1体を退却できるので、じゃあオブスクレートを退却します。さよならオブスクレート。殻を破りし翼モモッケはモモッケトークンとして扱うカードで、トークンの時と同じように後列からアタックできる能力があるのに加えて、相手のヴァンガードがグレード3以上ならパワープラス1万が入っています。続けてロラの起動能力2つあるうちの1つ目を使います。エネルギーブラスト3することでカードを1枚ドローしてプラントトークンを2体コールすることができます。じゃあ続けて2つ目の能力を使用します。ソウルかリアガードにいるグリッターを1枚選び山札に戻します。じゃあ今回はこのソウルのロロワを戻します。戻したカードがロロワであった場合、相手のリアガード1体を山札の下に戻すことができるので、じゃあオブスクレイトを山札の下に送ります。ガード値がどんどんと。相手の盤面にタッチできるのはストエイケアらしくないけれどすごくいいところだね。じゃあこれでアプティシートとプラントを入れ替えて、最後に永続能力を確認していきます。決意の総合のスキルで自分の後列にいるトークユニットは全てパワーがプラス5000されます。でさらにロロアのスキルで相手のヴァンガードがグレード3以上ならトークユニット全てが相手のヴァンガードのアタック時このユニット退却させることでバトル中ヴァンガードのパワープラス5000する能力を与えつつパワープラス5000されます。なので後列の3体がパワープラス5000。じゃあこれでバトルに入ります。プラントトークンブーストロロアでヴァンガードにアタック28000のツインドライブ。3万でガードします。はい、じゃあツインドライブファーストチェックセカンドチェックなし。じゃあバトル続行でプラントのブーストアプティシートが2万3000でヴァンガードにアタック。じゃあそこは1万5000でガードします。はい、じゃあモモッケ後列からアタックできるので3万でヴァンガードにアタックします。じゃあそこは2万でガードします。はい、じゃあラディリナでアタックするとき先ほどと同じようにソウルブラスト1することで後列のモモッケのパワーを吸収できるので今度は4万でヴァンガードにアタック。じゃあそこはノーガードで1点受けます。ダメージチェッククリティカルトリガー、じゃあこれでターン終了かな。じゃあターンもらいます。スタンド&ドロー。ペルソナライドはないです。まずここからは実験の先を使います。まずこのカードがある限りオブスクレートを含むあなたのリアガード全ては相手のカードの効果で退却しません。で、セットオーダー発動した時ドロップのカードの効果使っていきます。まずイミグラーの効果エネルギーブラストを3払うことでドロップからコールします。こっちだな。でパワープラス2000。あともう1体はやぶさ丸の効果を使います。このカードもオーダーゾーンにカードが置かれた時にカウンターブラスト1をすることでドロップからコールすることができます。このカードはあなたのヴァンガードがグレード3以上ならパワープラス5000となります。ではエヴァのスキル使います。カウンターブラスト1を払ってセットオーダーの数4枚を山札の上から見て好きなカードを手札に加えます。このカードかな。じゃあ残りは山札の下に置きます。でイミグラーの効果使います。このカードをソウルに入れることでデッキからポイズンインパラダイスエヴァをスタンドでライドさせます。ポイズンインパラダイスエヴァにライド。登場時セットオーダーを山札から手札に加えます。これは本流エネルギーの研究手札に加えます。このカードがライドデッキから登場してない時に登場した時ペルソナライドを発動させます。ペルソナライドしてるんでワンダロー。ではまず前後入れ替えます。世界や青きラボラトリーの効果、カードを3枚レストさせることとソウルブラスト1支払うことでグリッターを1体選んでパワーをプラス5000。今回は V のエヴァに振ります。はい、じゃあこれでバトルに入ります。はやぶさ丸でヴァンガードにアタック2万5000です。こっちも5000上がるんだよね。こっちも5000上がる。いやーこの後のアタックが全然アンチじゃないから先に行ってもらおうかな。ダメージチェッククリティカルトリガー効果を全てヴァンガードに与えます。持っていく。ではやぶさ丸の効果使います。アタック終了時このユニットをバインドすることでカードを1枚引きます。で引きます。じゃあプレセルガスでブーストエヴァでヴァンガードにアタックするときソウルのエヴァをバインドすることで山札からオブスクレートをコールします。先戻しちゃったから。そうね、ありがたく使わせてもらうよ。でこの効果で登場した時自身と登場したユニットのパワープラス5000。囚われの過去の効果で登場したグリッターのパワープラス5000入ります。カード効果で登場したオブスクレートはクリティカルがプラス1になります。でこれで4万1000ツインドライブです。じゃあまずロロアのスキルで
トークンユニットには退却させることでヴァンガードのパワープラス5000の能力が与えられているので、この後列の3体を退却させることでパワープラス15000が入ります。で加えて15000を切って、これで2枚貫通で。じゃあツインドライブ、ファーストチェックなし、セカンドチェック、フロントトリガー前列のパワープラス1万。苦しい。じゃあこれはクリティカルある方でいこうかな。オブスクレートでヴァンガードにアタックするとき、剣強打が3枚以上あるのでパワープラス1万。じゃあそこは完全ガードでファイアレガリスを切ります。はい、では、イミグラでブースト、マグニゼスでアタックするとき、マグニゼスの効果、相手のヴァンガードがグレード3以上ならパワープラス5000します。45000。5000足んないんだよね。わあ、5000足んないのでもらいましょう。ダメージチェック。なんもないわ。ないか。ダメージチェック。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、なかなか押し切られちゃったな。最初の方は何が起きてるんだという感じのファイトだったけれど、ちょっとローラーのドライブチェックでガード値なかったからね、5000だけ足りない感じで押し切られちゃったんだけれど、なかなかお互い序盤から結構攻められたのは新規のおかげっていう感じだったね。そうだね、やっぱペルソナシールドがあるから1回守れて、でそれで嬉しいなと思ったら、なんかお互いすごい引きしてるからなんか大変なことになったけど、熱い戦いだったな。今回ちょっとね、2人とも新規のオーダーをタッチできなかったというところがあるんだけれど、軍友はきらめきを求めと望みは交差し燃え上がる。これがね、どっちも手札から捨てられた時に、山札の上からグリッターかオーダーを探せるよっていう効果と、ヴァンガードがグレード3以上の時に手札ドロップからバインドすると、ドロップからグリッターかまたレガキを持たないオーダーを回収できるっていうことで、結構1枚あるとすごく便利みたいな感じにね、ライドコストになりながら後でリソースにもなってくれるよっていう、すごい都合のいいカードというと言い方悪いかもしれないけれど、都合のいいカードが来てくれたのでね、こっちだったらこの、決意の相互を探しに行ったりとか、そっちだったら山札にいっぱいある研究オーダーを探しに行ったり、それぞれリアガードに置くようなグリッターやペルソナを探しに行ったりっていうことができるようになったので、1枚しか入れられないカードなので、今回みたいにタッチできないことも多いんだけれど、1枚入ってるとめっちゃ染みる瞬間はあるよねみたいな、そういうカードな印象ですね。エヴァの方はでもペルソナ5巻が怪獣名称を持ってるのって結構大きいの？そうだね、やっぱり1ターン目によく使うこの本流エネルギーの研究で怪獣を手札に加えられるっていう効果があるから、やっぱり序盤に欲しいのがこのブレゼルガスとかのペルソナシールドを出せるカードが多いから、それを探しに行けるっていうのはすごくいいし、単純にヒット率が上がるっていうのはすごくありがたいところだよね。今まではね、手札に加えるのが完全ガード、ドロップに捨てるのがイミグラみたいな感じが理想だったんだけれど、手札に加えられるカードの柵が増えたっていう感じだね。そうだね。こっちはね、結構そのソウルがカツカツになりがちなので、さっき使ったようなイタチェリーナみたいなソウルに入っていってくれるカードが絡まないと少しソウルが枯渇してしまう瞬間があったりとか、あと今回の試合なんかはうまく規定にいったんだけれど、トークンをねいっぱい出していく都合結構盤面が埋まっちゃう瞬間があるので、ペルソナシールドと一緒に使うんだったら綺麗に1号剣で使ってあげるだとか、あとは決意の総合とか、殻を破る桃っ気とかのスキルで、コストにしてあげる。最終的にトークンの方が火力が高くなっちゃうデッキなので、いらなくなった時にはそういったところの玉にしてあげるっていうような使い方ができると綺麗に回せるんじゃないかなっていうふうに思いました。今回ね、ロロは神経が出たのに合わせて初めて触ってみたんだけど、なかなか面白いデッキなので、また他のところでもね、動画の中とかで使っていけたらいいなと思います。ジェスレ君的にはなんか他言っておきたいこととかある？エヴァって結構戦い方がすごい山札から好きなカードを持ってこれるっていう効果だったり、あとはオブスクレートが今回全部退却させられちゃったから使えなかったんだけど、シールド1万のカードなので、毎回そのガード値を呼び出しながらクリティカル2で相手を追い詰めるっていう、特に今回の先行3ターン目なんてね、クリティカル2を3回アタックするってなかなかひどいことをやってるからね、たまにそういう理不尽なところもやりながら、でも結構もう毎ターンの動きが安定してるっていうのがすごいいいかなと思います。あとこの子も書籍の中ですごい可愛いから、ぜひぜひ読んでくれれば嬉しいなと思います。もうね、序盤からロロアとエヴァはずっと登場が多いキャラクターたちなので、なんか読んでて楽しかったし、なんかファイトしてる時もね、なんかそのシーンがちらついたりしてちょっと楽しいよね。そうだね。まだ読み終わってないので2人とも引き続き小説の方も読んでいければなと思います。というところで、この動画が面白かったなという人は高評価、チャンネル登録、コメントなど残していただいて、次の動画をお待ちください。というところで、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。